んにちは、ともです。今回私、東京の新宿に来ております。なぜこんなところにいるんだ、海外じゃないのかと思われるかと思うんですけれども、実はですね、今回私、初めてです商品の提供を受けましてですね、その検証も兼ねて動画にしたいなと思ってですね、やってまいりました。今回提供を受けた商品なんですけれども、こちらでございます。メガネ。パッと見普通のメガネですね。これ実はね AR グラスでございましてですね、翻訳機能とかマップ機能、翻訳っていうのは英語で話した時にね、ここにパッと出てくるんですよ。いう機能であったりだとか、マップであったりだとか、あとカメラとかもね一応ついてるんですけれども、いつもね見てくれてる皆様ならわかるかもしれないんですが、私本当に英語が話せません。そんな時にねこれがもしあればですね、もしかしたらこれ現地で使えるんじゃないか、翻訳こんにゃくみたいな感じになるんじゃないかみたいな感じでですね、結構ねお値段もいい値段するやつなんですよ。日本だと20万円ぐらいするようなものでございまして、ただねいただいたからといってですねステルマみたいなことはやらないでですね、忖度なくレビューをしていきたいなと思います。ただねこれがこうでしたで終わりって言っても面白くないかと思うんで、これからですね外に行ってこれのカメラの性能であったりとか翻訳とかもちゃんとできるのかなっていうのをね検証していきたいと思います。このカメラを街を歩いて検証した上で、その後ねフィリピンパブとかそういうところに行こうかなと思っております。新宿って言ったら皆さんどんなことを思い浮かべますか？新宿といえば歌舞伎町繁華街がございます。そちらでですねよく社会問題になっている東横キッズとか大久保公園、聞いたことないですかね。東横っていうのはね東宝シネマズの横にあるエリアのことを示すんですけれども、そこにいるね家とかにも行き場のないような少年少女たちがですねたむろっているみたいなね、そのような現状でございます。モザイクかけていこうかなと思ってはいるんですけれども、どんな雰囲気なのかっていうのを撮っていきたいと思います。東横はそんな感じですね。で大久保公園っていうのは東宝シネマズのちょっと奥側のエリアでございまして、八王子で有名なエリアでございます。言うなればね春を売ってる、そういった方々めちゃくちゃ撮ってるんですよ。そこもねパーッと通るだけ撮ってっていう感じになるので、あんまりお話ししないでね黙々と歩くような動画になってしまうかなとは思うんですが、そこをね一通りさっと歩いた後にお店に行こうかなと思っておりますので、よかったら見ていってください。じゃあ早速行きましょう。今ね歌舞伎町の入り口の近くの招き猫にいます。これからね現地に移動して特別編撮影行ってまいります。今ねちょうどカラオケボックスから出るようなところでございまして、こんな感じでございます。せっかくなんで歩くところも軽く撮りましょうか。あんまりねお話できないと思うんですけどね、はい、そんな感じで行ってまいりましょう。どうですかね、結構ガタガタしてません？歌舞伎町一番街やってまいりました。ここからねまっすぐ行ったところに先ほど言ったエリアがあるんですけれども、途中まではねこのカメラで撮りながら歩いていって、あとは切り替えるような感じにしようと思います。じゃあ歩いてまいりましょう。ここまっすぐ行ってシネマズの横あたりにバーッとねガルバー城みたいな人がたくさんいるんですよ。コンカフェ城みたいな。でそのあたりにたくさんいるんですけど、撮影するなみたいなことも書いてあるし撮れないんですけどね、途中まではねこんな感じの道でございます。今日はね11月29日土曜日ですね。なんでやたら人が混んでおります。そのねエリアまで本当にもう入ってすぐのところですね。こちらの目の方の見た目もちょっとかっこいい普通のグラスみたいな感じですね。別にねこれ隠しカメラとかそういう案件じゃなくて、本当に普通に AR グラスでございます。翻訳の精度は果たしてどうなんでしょうかね。日本国内でこうやってブツブツ話しながら撮影するのはだいぶ気まずいです。だから僕は海外でやってるんですけど、立ってますね。義母の前あたりですね。ここは東宝シネマズでございます。こんな感じのエリアですね。そこにねカスタマーカフェってあるじゃないですか。あそこはねちょっと有名なネットカフェでございます。はい、察してください。はい、じゃあそんな感じでね歩いてまいりましょうか。はい、すごいな人が。ちょっと映せないですけどモザイクかけておきますけどね。こんな感じです。
でここがちょっと前までは開放されてたんですけど、閉じられちゃってますね。セキュリティの方もいらっしゃいますし、ですぐその目の前のところですね、東宝シネマって書いてあるこの横のここのところですね、たくさん人いますね。今さ、お口の中がね真っ青な人がいた。やばいね、あれ多分決めてるんだろうね。でここが歌舞伎町の交番です。ちょっと周辺回ってみましょう。多分基本的にはこの周辺のぐるっと回ったところだとは思うんですけど、でこれがさっき言ったところの裏手になります。この辺りもねそうらしくてですね、今はいなそうですけど、ここもねよく見かけるエリアだとは思います。結構ねみんなたむろってこういる人が多いですね。暇なのかな余計なお世話ですね、すいません。前のところですね、戻ってまいりました。ちょっと時間が早いからかまだなんかあんまりいるって感じはしないですね。とりあえずこんな感じですね。この裏側といいますか横側の方に来てね、路上テキーラっていうのがありましてですね、せっかくなんでチャレンジしてみようかなと思います。はい、教えてもらっていいですか。サイコロの、2個振ってもらって、出た目の合計が偶数だったら1杯購入、合計が奇数になると2杯購入で、ゾロ目で無料で飲めます。ということらしいですね。1のゾロ目だけ2杯無料。おーっていう感じですね。一応ここに書いてますね。でとりあえず飲んでいきましょう。基本が1杯500円です。1杯500円。はい、わかりました。で振ってから、そうです、無料になるかもしれないけど。なるほど。じゃあとりあえず振りましょう。行きましょう。いきます。スローインします。1と3で偶数なんで1杯500円。了解です。はい。お兄さんもなんか飲みたいです。じゃあ合計2杯。2杯です。OK です。せっかくなんでね、取材料だと思っていただきましょうか。いただきます。いただきます。味ポン飲みます？味ぽん消えるんですよ。らしい。試してみてください。味ぽん、味ぽんですって。消えますね。消えますよね。飲んだ瞬間ちょっと一瞬ってなるんですけど、ちょっと味ぽんの方が味強いんでそれで消える感じ。でちなみにここって何時からやってるとか。時間的には、19時からスタッフのやる気次第では朝までやってます。今日は僕の始発的に終電とか始発的に4時、明日の始発ぐらいまで今日やってます。平日土日祝日関係なく毎日やってます。年中無休です。すごいですね、ご苦労さんっていうところでございます。で一応ね地図とか載せておきますんで、よかったらちょっとね一杯テンション上げてからどっかお店行こうとかそういう方はいいかもしれないですね。ありがとうございました。ちょうどねさっきメイドさんとかがすごいたくさんいたところの裏の通りで路上テキーラ19時からほぼ毎日のようにやっていらっしゃるという子たちなので、よかったらねテンション上げるためにもいらしてください。今の時間ですとまあっていう感じですね。結構ここもいるようなスポットです。これからね裏の方に行ってまいろうかなと思いまして、そこはねちょっと話しながらは気まずいので黙々と歩くような感じにしましょうか。じゃあ参りましょうか。歌舞伎町の交番のところですね。もうねこの裏の通り入ったらもうすぐなんですよ。ここが大久保病院っていう病院でして、その前に公園があるんですよね。ここが某噂の大久保公園ですけれども、あれなんかやってんのかな。全然人がいないですね。ラーメン総選挙。なんかやべえやつがいる。
はりいらっしゃいましたね。いつもはねもっといるはずなんですけど、僕1回ね取材に来た時、これ2回目なんですけども、来た時もっと人いたんですよ。ここのね公園一周ぐるっとね結構いらっしゃるんで、こんなところでございます。まあご覧の通りまだ言いましたね。結構ねえぐいっすねよくこれをね東京都は放置してるなとは思いますけど、時刻は9時40分でございます。今ねお店のすぐ横の辺りにいるんですけれども、ここって実はですね撮影ができないんですよ。以前行った時にお店の人たちは OKOK みたいな感じだったんですけど、オーナーがダメみたいな感じの指示でございまして、ただね音声は撮っていいよみたいな感じでね前回来た時は言われたんで、今回も音声ぐらいだったら撮れるかなみたいな感じでですね、どんなノリなのかみたいな感じのをね撮れたらいいなとは思います。ごめんなさいね、映像が撮れないのはちょっと残念なんですけど、やっぱね都内とかはね厳しいっぽいですよね。結構 TikTok とかで上がってるみたいなのはあるけど、 YouTube みたいな撮影みたいなのは結構ねどこも厳しいみたいでして、前ちょっとアンケートとかしたんですけど、ベトナムかフィリピンのバーどうしますみたいな話を載せてると思うんですけど、やっぱねどこ行っても撮れないんですよ。ですがね撮れるんであれば音声ぐらいは撮っていこうかなと思います。じゃあね行ってまいりましょうか。今ねエレベーターに乗りました。5階なんですよね。ここですね。行けるかな、混んでないといいな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。久しぶりです。どうぞ。OK ですか。Yeah, I'm fine. Thank you. Oh, today is no guest? No guest. Yeah. Yesterday we're so busy. Oh, really? でも大体土曜日はごめん。お客さんが全然いないな。Can you speak English? Of course. Oh, How was your week? Is your work busy? I'm busy. So nice to see you again today. いやー、日本語でいいですか？ Okay. セブン行きたいな。Yeah, I told you. 前言ったじゃん。そう。1月行こうかなって。あ、本当に。うん1月の多分中旬から終わりがちょうど飛行機が安くなるから、はいはい、それに合わせて1月行こうかな。どれくらい行ってます？行ってないですか？私もう3年間フィリピン帰ってないかな。やることないと行かないもん。お金かかる。みんなから。フィリピン帰りたいとか思うことないですか？時々ね、ジャリビー食べたい時とか。ジャリビー好きだけどイナサルが美味しいな。ねえ、そう食べ物の話になったらフィリピン帰りたくなるんですよ。しかしここまで人がちょっと少ないとね。いいですか僕いても？大丈夫よ。なんか歌う？いや歌いいや、恥ずかしいから。違う、チャンスだから。チャンス誰もいないから。練習じゃあ歌があればね。じゃあなんかしますか。 OK。 はい、歌うことになりました。幾千の雪が僕を今空に吸い込んでゆく。初めての想い、きしんだ痛み、永遠に覚えてるからごちそうさまでした。またね。気をつけて行ってきてね。ね、ありがとう。てかマジで時間やばい。12月1月また遊びに来て。はい、またね。てかマジ時間やばいな。結構急がないと。はい、バイバイ。ボラカエというお店に行ってまいりました。聞いたらね、店内の撮影は NG だけれどもお店の名前とか出したりとか音声ちょっとやるのは別にいいよみたいな感じで言われまして、なので撮ってまいりました。普
通に楽しくてですね、料金が初回は90分5000円でございます。で2回目以降は1万円払えば無制限で次回行けるみたいでございまして、僕9時過ぎぐらいに入って今12時前なんですけれども、それで1万5000円ぐらいでございました。8時からお店やってるんですけども、そこから行く分にはまあそんなに高くはないのかなと。フィリピンでね飲むよりは若干高いんですけど、女の子のドリンクが1杯1000円ぐらいでございまして、2杯だけあげたというね、ちょっとケチ飲みしてたんですけれども、それで1万5000円ぐらい、タックス込みでって感じですね。なので全然安いかなという感じでございます。で今ねちょっと歩きながらこう行ってるんですけど、ちょっと終電がもうやばいんですよ。なのでちょっと急いでます。この AR グラスの方いかがでしたでしょうか。映像の方にも載せてるとは思うんですけど、翻訳の方とかね見せられないんであれなんですけど、現状ソフトウェアとしては微妙なのかなという印象でございます。カメラの機能に関してもちょっとねブレがすごいんで、それを目的でこの AR グラスを買うのはちょっとどうなのかなというところですね。今撮影してる時ですね、まだ発売してないんですよ。発売前に提供していただいて、これがあれば海外の会話困んないかなみたいなことはちょっと難しいですね、正直なところ。提供してもらっといてあんまり悪いことは言いたくないんですけど、あくまで補助的な感じで、やるのがいいっていうのと、まだ発売前ということもあってソフトウェアも不完全でですね、非常に使い勝手があまりよろしくないという状況でございました。製品版といいますかアプリが変わってくるかという次第ですね。現状翻訳としては正直なところ微妙です。結構ねバグもひどかったんですよ。開発段階でも結構アップデートとかはされてて、そんな感じではねちょっと初めてのねこういう案件だからうまくレビューできてるかわかんないんですけど、例えば自分はブラックカードを持ってますよみたいな方であればね買うことはありかなと思いますけどね、最先端の技術にちょっと触れるっていう意味ではいいのかなという印象でございます。あと新宿のボラカイさん普通に面白かったです。女の子のね年齢層はだいたい30代ぐらいとかですごい話しやすくて気使ってくれてね楽しいような感じではありました。でもねやっぱり新宿とフィリピン比べちゃうと KTB とは雰囲気が若干違うから、異国の空気を触れながらお酒を楽しく飲む無制限でっていうことであれば全然ボラカイさんはありかなとは思いますけどね。新宿周辺にお住まいの方はいらしてみたらどうでしょうか。ガチで終了やばい。そんな感じでね特別編という形になってしまったんですけども、いかがでしたでしょうか。じゃあね引き続きおそらくセブ島編の途中でこれが差し込んでるかと思うんですが、セブ島編引き続き楽しんでいっていただければなと思います。じゃあそんな感じで皆さん、ぜひぜひ動画見ていってください。バイバイ。